屋島を追われた平家が向かった先は、現在の山口県彦島です。数年前には栄華を極めた平家も、海の上へと追い込まれ、本当に逃げ道がなくなってしまいました。ついに源平合戦最後の戦い、壇ノ浦の戦いの始まりです。屋島の戦いの戦場となった四国では、この頃東側には田口、西側には河野という一族がいました。田口は平家の味方、河野は源氏の味方です。田口は前回の動画で少しだけ出てきましたよね。義経が屋島に行く途中に戦った田口義遠です。今回お話しする壇ノ浦の戦いでは、この田口一族が重要なポジションになるので、最初にどういう一族かお話ししておきます。田口義遠には重義という兄がいます。そしてその重義には則義という子供がいます。屋島の戦いの前に弟の義遠は義経と戦ってどこかへ逃亡し、兄の重義は屋島の戦いで平家側で戦います。この間、息子の則義は3000騎で河野に攻め込んでいました。そして屋島の戦いが終わり、平家と重義が瀬戸内海へと逃げた後に則義は屋島へと帰ってくるんです。義経は少数で四国に上陸したので、3000の軍勢と戦うような力は持っていません。義経大ピンチです。しかし、このピンチを伊勢義盛が策略によって切り抜けます。何をしたかというと、嘘つき作戦です。義盛はたった16騎で田口の陣へと向かいます。そして、義経から伝令を預かってきたと言い、陣の中へと入っていきます。そして、もう聞いていると思うが、戦いは終わった。平家はほぼ全滅。あなたの叔父は殺したが、父である重義は捕らえている。と言うんです。本当は重義を捕らえてなんかいません。さらに義盛はこう続けます。あなたの父は、あなたが戦いが終わったことを知らずに攻めてくるのでは、と心配しています。今降伏するなら父君に会えるでしょう。戦うか降伏するか選びなさい。と言うんです。これを聞いた田口率いる3000騎は降伏を選択。義盛はたった16騎で3000騎を無力化したんです。こうして則義を捕まえた源氏。重義からすれば息子が源氏に捕まったので気が気じゃありません。そんな状況で平家方として壇ノ浦の戦いへと参加していくんでした。さて状況を整理します。平家は屋島を追われて最後の拠点彦島に集結。そこに田口重義がいるんですが、息子が義経に捕まっていて精神不安定。則頼は北九州を攻め落とすことに成功しているので、平家は九州へと逃げることはできません。義経はというと、もともと平家に反発していた河野水軍や弁慶のコネを使って味方にした熊野水軍を引き連れて周防へと到着。この壇ノ浦の戦いでも平家は挟み撃ちをされる形となります。しかし海上戦は平家の得意分野。源氏も1ヶ月かけて海上戦の訓練をします。そんな状況でついに戦いの日付が決まります。源平合戦最後の戦い、壇ノ浦の戦いの開戦です。この壇ノ浦の戦いが起こった関門海峡、実は潮の満ち引きによって潮の流れが変わります。この潮の流れが戦況を左右したという説が有名なんで、今回はその説にのっとって壇ノ浦の戦いを見ていきます。さて、合戦に先立ち、源氏の陣では義経と景時の間でまたも一悶着起こります。景時は義経に私に先陣を切らせてくださいと頼むんです。義経としては俺を差し置いて先陣とは何事かと考えるんですが、景時はあなたは大将軍だから軍に指示する役割だと反発します。これに義経が大将軍は兄の頼朝だと言ったことにより、景時は文句を言い、周囲を巻き込んでの仲間割れ寸前になってしまいます。結局この論争は落ち着くんですが、景時と義経は仲が悪いという点は覚えておいてください。一方平家の陣では士気を高め合い、源氏を倒そうと意気込んでいました。しかし平知盛はあることに気づきます。田口の重義が暗い顔をしているんです。息子を心配しているんだと気づいた知盛は宗盛に様子がおかしいことを告げ口します。知盛としては重義が裏切りそうだと思ったのでここで殺そうとしたんですが、宗盛は証拠もないのにそんなことはできないとしてそれを許しません。結局そのまま戦いへと向かっていきます。ついに戦いが始まります。この頃潮の流れとしてはほぼ止まった状態でしたが、すぐに東に向けて潮が流れ始めます。
流れる川を想像すればわかりますが、流れに沿って進む方が操舵しやすいし疲れません。反対に流れに逆らって進もうとすると操舵しにくいし疲れます。つまりこの時有利なのは潮の流れに乗っている平家です。海上戦に慣れた平家は弓を使って猛攻撃を仕掛けていきます。おそらく平家は潮の流れが自分たちに有利な時間に戦いを始めたんでしょう。源氏を押し込んでいきました。しかし平家物語ではここでイルカの群れが現れます。平宗盛はこの大群のイルカを珍しがり、陰陽師を呼んで吉凶を占わせます。陰陽師が言うには、このイルカが源氏の方に引き返せば源氏の負け、平家の方に来て通り過ぎれば平家の負けとなるでしょうと告げるんです。結局このイルカたちは平家の船の下を潜り通り過ぎていくんです。あくまで個人的な考えですが、このイルカの大群は潮の流れが西へと変わったことを表現しているんではないかなと思います。潮の流れが西に変わったということは源氏が有利な時間です。源氏は平家を西へと押し込んでいきました。しかし平家にはある秘策がありました。いかにも安徳天皇が乗ってそうな豪華な唐船には安徳天皇や新野尼たちを乗せず、普通の船に乗せていたんです。つまり唐船を使ったおとり作戦でした。源氏が唐船に近づいたところを周囲から叩きのめそうとしたんです。しかし源氏はいつまでたっても唐船に近づこうとしません。それどころか普通の船で安徳天皇と三種の神器を探し回っているんです。実は平家の作戦は源氏に筒抜け、田口の重義が源氏に寝返って情報を渡していたんです。これに気づいた知盛はやはりあの時殺しておくべきだったと後悔。平家の劣勢を見て今まで味方をしていた海賊たちがどんどん源氏に寝返っていきます。こうなるともう勝負は決まったようなもんです。さらに源氏は船の操縦士も狙い始め、混乱した平家軍を見て知盛は安徳天皇の元へと向かいます。もはやこれまでとなりましたと告げ、知盛は最後に船を掃除して回ります。平清盛の妻だった新野尼、つまり平時子はいつでも死ぬ準備ができていました。すぐに八坂にの勾玉と天の村雲の剣を持ち、安徳天皇を抱きかかえます。安徳天皇がどこに行くのだと尋ねるんで、新野尼は泣く泣くこう言います。もはや運がつきました。東に向かって伊勢神宮にお別れをしてください。そして西の方角にあると言われる阿弥陀仏の極楽浄土へと念仏を唱えてください。これを聞いて安徳天皇は手を合わせます。当時安徳天皇は8歳、現代なら小学2年生の子供です。その子供が小さな手を合わせる様子に船の上に乗っていた平家の人々は涙を流します。海の底にも都があります。新野尼はそう告げて、安徳天皇と共に海へと身投げしました。すぐに安徳天皇の母、建礼門院が確実に死ねるようにと重りを持って後を追います。しかし、持った重りが焼き石とすずりだったんで、重さが足りず沈めませんでした。源氏方の兵が熊手に紙を引っ掛けて引き上げられます。残る三種の神器は八田の鏡ですが、八田の鏡は沈む前に取り返すことができました。もう平家には守るものはありません。平家の名に恥じぬよう、晒し首になんてされないようにと、たくさんの平家が重りを持って海の底へと沈んでいきます。しかし、清盛の死後、棟梁となった宗盛と、その息子清宗は、次々と沈んでいく平家の人々を見て呆然としていました。死ぬのをためらっていたんです。これを見た平家の侍は情けなく思い、海へ突き落とします。しかし、二人は上がってきて、源氏方に捕まるんです。最後の最後まで戦い続けていた平頼経は、どうせ死ぬんだからと源氏の兵を蹴散らしていました。しかし、平知盛から、死ぬ前に大したことない敵を殺して罪を作るな、と言われたことにより、戦うことをやめ、大した敵である義経を探し回った末に見つけます。しかし、義経はその身軽さを生かして則経の攻撃を避け、船から船へと乗り移っていくんでした。則経は義経を殺すことを諦め、大声を上げます。俺を捕まえて鎌倉へ連れて行け。頼朝に言いたいことがある。これを聞いて、兵が3人、則経の元へ近づいていきます。これに対して則経は1人を蹴落とし、右手と左手で残る2人を捕まえて、道連れにしてやる。と言って、海へと飛び込むんです。こうして平家一門が死んでいくのを見届けた平知盛は、見るべきものは見届けた。として、鎧を2枚着て重りとし、海へと飛び込んでいくんでした。
多くの平家が死んでいった関門海峡には安徳天皇を祀る赤間神宮があります。海の底にある都、竜宮城を模した見た目をしており、すぐ隣には安徳天皇の御陵である阿弥陀寺陵、そしてそのすぐそばには平家一門の墓があります。ここに名を連ねているのは、海へと沈んでいった平家たちなので、死ぬことをしなかった平宗盛の名前はありません。後にこの戦いは琵琶法師によって語り継がれていき、平家の亡霊伝説などに派生していきます。その伝説で最も有名な耳なし法一、その舞台となる阿弥陀寺、それこそが現在の赤間神宮なんです。